こんにちは、青西2号です。今回はこのキットを開封していきます。長谷川の24分の1トヨタソアラ Z20 後期型です。このキットは先月末に発売された長谷川の最新カーモデルキットです。1989年式の Z20 型のソアラを今回完全新金型で発売となったものです。Z20 型ソアラのキットは1986年にタミヤと富士見からも発売されていますが、タミヤ版については後ほど比較してみようと思います。まずはボディを見ていきます。バンパーは前後とも別パーツで、窓は一枚一枚外側からはめ込む構造です。窓の縁は透明パーツ側に再現されているので、ボディ側のピラーは細くなっています。縁を透明パーツ側で再現することで、実車の段差を少なくしたフラッシュサーフェイスの特徴をよく再現しています。窓の透明パーツは塗装用のマスキングシールが用意されていて、表側と裏側両方から貼ることになっています。裏側はセミグロスブラックを塗り、表側からシルバーを塗ります。ドアノブはメッキパーツで再現するために、ボディ側は穴が開いています。ボディを一周するサイドモールは透明パーツで再現するために全て別パーツになっています。ボディ裏側の前後にはダボ用の穴があります。ここでシャシーを固定する構造です。前後のバンパー裏付近で引っ掛けるのではなく、ボディとシャシーを上下方向に固定する方法なので、余計なテンションがバンパーにかからない構造となっています。これは国内のカーモデルでは割と珍しい方式です。ヘッドライトは実車同様に透明パーツのカバーが二重になっています。テールライトは3段になっている部分は一つ一つ透明パーツをはめ込んでいく構造です。この構造によって枠をメッキで再現することを可能にして、3段それぞれの塗り分けをしやすくしています。説明書の塗装指示では、赤いライトは外側から塗り、オレンジのライトは内側から塗る指示があり、とてもこだわりを感じます。少し残念なのは、メッキパーツのゲートの位置が完成後も見える部分にあるので、ここをどう仕上げていくかは考える必要がありそうです。これはフェンダーアーチのメッキパーツについても同様のことが言えます。実車の Z20 ソアラは A70 スープラと足回りに共通部分がありますが、 A70 スープラは長谷川でもキット化されているため、ディテールデータを再利用していると思われる部分があります。シャシー本体を比較してみると、実車同様にホイールベースがソアラの方が長いですが、細かなディテールはかなり似ています。エンジンからミッションケースにかけてが別パーツになっているかで変化しています。これはスープラの時は一体だったものを今回は塗り分けしやすいようにアップデートしたようです。またラジエーターも別パーツ化されています。これも塗り分けしやすさのための分割だと思われます。サブフレームはほぼ同じものと言っていいほどですが、サスアームについては分割が増えています。これはより実感を高めるためのこだわりの分割と言えそうです。なお車高は通常と下げたものの2種類が選べますが、通常のものでも実車より1ミリ下げてあるそうです。また下げたものはさらに2ミリ下がるそうです。内装は側面を別パーツにしてあるので、ディテールが下までしっかり再現されています。フロントのパーツは1つあたり3パーツとなっていて、裏側までくまなく再現されています。リアシートも別パーツとなっているので、塗り分けがその分しやすくなっています。シフト部分はマニュアルのパーツもありますが、説明書ではオートマのみの説明となっています。もちろん当時一世を風靡したデジタルメーターもデカールで再現されています。説明書でのボディ色の指定はこの時代特有のツートンカラーが指示してあります。使用する塗料については、調色せずに塗り分ける方法と調色して塗り分ける方法との2種類書かれています。複数の塗料を混ぜ合わせるのが大変な場合は、金字色の塗料を単体で塗ることもできるようになっていて、長谷川のユーザーに対する愛をとても感じます。ボディ色下側の塗装指示が少し読みにくいですが、基本的には3色を8対2対少量で混ぜて、2色目は GX210 か9番のゴールドのどちらかを選ぶということのようです。ところで、手元に作りかけのタミヤ版ソアラのキットがあったので、これと少し比べてみようと思います。まずボディですが、両者とても形がよく似ていますが、ボンネットの膨らみのところはタミヤの方が割とはっきりしています。窓はさすがに長谷川のようにはめ込み式ではないので、ガラス面が少し奥まった位置になってしまいます。リアランプは長谷川はメッキパーツでモールを表現していましたが、
タミヤのは一体になったクリアパーツがあるだけなので、自分で塗り分ける必要があります。内装はいわゆるバスタブ型なので、側面のディテール再現は限られています。側面を別パーツ化している長谷川版の方がディテール再現は有利となっています。シャシーは長谷川版ほどシャープではないものの、39年前のキットにしては優秀だと思います。またエンジンルーム内を再現しているのは長谷川版にないアドバンテージかもしれません。なおタミヤのは前期型なので、長谷川の後期型とは異なります。タミヤ版は最後に再販されたのは2023年ですが、現在入手が若干難しくなってきているのは少し残念なところです。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。